こんにちは。今回は会社員の一日について、朝の準備から夜の過ごし方まで順番に紹介します。通勤や仕事、家事など平日の一般的な生活の流れを見ていきましょう。私は会社で働いています。朝は決して得意ではありませんが、生活のリズムを崩さないために、平日は毎日同じ時間に起きるよう努力しています。カーテンを開けると、柔らかな朝日が静かに部屋へ差し込みます。その瞬間、まだ眠っていた気持ちが少しずつ目覚めていくように感じます。まず顔を洗って歯を磨き、その後髪を整えます。出かける前に身だしなみを整えることは毎朝欠かせない習慣になっています。お湯を沸かして香りの良いコーヒーをゆっくり入れます。静かな朝に漂うコーヒーの香りを感じると不思議と心が落ち着いてきます。朝ごはんは一日を元気に過ごすために欠かせません。忙しい朝でも栄養のバランスを考えながら野菜もしっかり食べるようにしています。朝は時間に追われがちですが、食事の時間だけは大切にしています。急いで食べるよりも落ち着いて味わう方が気持ちよく一日を始められるからです。服を着替えて必要な書類や財布をカバンに入れます。忘れ物がないか最後に確認すると、ようやく出発の準備が整います。駅に着くと、ホームには通勤や通学をする人がたくさん並んでいます。電車が到着すると、多くの人が急いで乗り込み、それぞれの目的地へ向かっていきます。電車の中では、好きな音楽を聴きながら過ごしています。通勤時間はただ移動するだけでなく、気持ちを整える大切な時間にもなっています。会社に着くと、エレベーターでオフィスの階まで移動します。朝のオフィスでは、多くの社員がパソコンを準備したり、同僚と挨拶をしたりしています。仕事を始める前に、まずメールを確認するようにしています。取引先からの連絡や社内の共有事項を整理しながら今日の予定を確認していきます。仕事を進めるときは同僚と内容を確認しながら進めることもあります。わからない点があれば相談し、お互いに情報を共有することが大切です。昼休みは1時間あるので、その間に昼食をとります。会社の休憩スペースでお弁当を食べたり、近くの店へ行ったりする人もいます。午後には会議が予定されていることもあります。資料を見ながら説明をしたり、参加者の意見を聞いたりして、仕事の方向性を確認していきます。長時間仕事を続けると疲れるため、途中で短い休憩をとります。温かい飲み物を飲みながら、少し席を離れて過ごすこともあります。帰る前には、翌日の仕事の準備をすることがあります。プレゼンの資料や必要なデータをもう一度確認してから、作業を終えるようにしています。仕事が終わった後、駅の近くにあるスーパーへ寄ることがあります。店内には夕食の材料を買う会社員や家族連れが多く見られます。家に着くとすぐに晩ご飯の準備を始めます。平日の夜はあまり時間がないため、短時間で作れる料理を選ぶことが多いです。野菜を切って肉と一緒に鍋に入れ、
火にかけて調理します。料理をしている間に、洗い物や次の日の準備を進めることもあります。晩ご飯には、カレーや丼物など、準備しやすい料理を作ることが多いです。平日の夜は時間が限られているため、簡単に作れるメニューが便利です。食事が終わったら、使った皿や調理器具を洗います。台所を片付けておくと、次の日の準備もしやすくなります。片付けが終わると、ソファーに座ってしばらく休憩します。スマホでニュースを確認したり、動画を見たりしながら過ごすことが多いです。夜になると、お風呂に入って一日の汗を流します。髪や体を洗った後で、湯船に浸かりながら、ゆっくり過ごすこともあります。お風呂の後には、洗濯をすることもあります。仕事で着た服をまとめて洗い、夜のうちに干しておくようにしています。夜は机に向かって日本語を勉強する時間を作っています。教科書を読んだり、新しい単語を覚えたりしながら学習を続けています。その日の予定がすべて終わると、早めに寝る準備をします。パジャマに着替えて電気を消した後、静かに一日を終えます。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は会社で働いています。朝は決して得意ではありませんが、生活のリズムを崩さないために、平日は毎日同じ時間に起きるよう努力しています。カーテンを開けると、柔らかな朝日が静かに部屋へ差し込みます。その瞬間、まだ眠っていた気持ちが少しずつ目覚めていくように感じます。まず顔を洗って歯を磨き、その後髪を整えます。出かける前に身だしなみを整えることは毎朝欠かせない習慣になっています。お湯を沸かして香りの良いコーヒーをゆっくり入れます。静かな朝に漂うコーヒーの香りを感じると不思議と心が落ち着いてきます。朝ごはんは一日を元気に過ごすために欠かせません。忙しい朝でも栄養のバランスを考えながら野菜もしっかり食べるようにしています。朝は時間に追われがちですが、食事の時間だけは大切にしています。急いで食べるよりも落ち着いて味わう方が気持ちよく一日を始められるからです。服を着替えて必要な書類や財布をカバンに入れます。忘れ物がないか最後に確認すると、ようやく出発の準備が整います。駅に着くと、ホームには通勤や通学をする人がたくさん並んでいます。電車が到着すると、多くの人が急いで乗り込み、それぞれの目的地へ向かっていきます。電車の中では好きな音楽を聴きながら過ごしています。通勤時間はただ移動するだけでなく、気持ちを整える大切な時間にもなっています。会社に着くと、エレベーターでオフィスの階まで移動します。朝のオフィスでは、多くの社員がパソコンを準備したり、同僚と挨拶をしたりしています。仕事を始める前に、まずメールを確認するようにしています。取引先からの連絡や、社内の共有事項を整理しながら、今日の予定を確認していきます。仕事を進めるときは、同僚と内容を確認しながら進めることもあります。わからない点があれば相談し、お互いに情報を共有することが大切です。
昼休みは1時間あるので、その間に昼食をとります。会社の休憩スペースでお弁当を食べたり、近くの店へ行ったりする人もいます。午後には会議が予定されていることもあります。資料を見ながら説明をしたり、参加者の意見を聞いたりして、仕事の方向性を確認していきます。長時間仕事を続けると疲れるため、途中で短い休憩をとります。温かい飲み物を飲みながら、少し席を離れて過ごすこともあります。帰る前には、翌日の仕事の準備をすることがあります。プレゼンの資料や必要なデータをもう一度確認してから作業を終えるようにしています。仕事が終わった後、駅の近くにあるスーパーへ寄ることがあります。店内には夕食の材料を買う会社員や家族連れが多く見られます。家に着くとすぐに晩ご飯の準備を始めます。平日の夜はあまり時間がないため、短時間で作れる料理を選ぶことが多いです。野菜を切って肉と一緒に鍋に入れ、火にかけて調理します。料理をしている間に、洗い物や次の日の準備を進めることもあります。晩ご飯には、カレーや丼物など、準備しやすい料理を作ることが多いです。平日の夜は時間が限られているため、簡単に作れるメニューが便利です。食事が終わったら、使った皿や調理器具を洗います。台所を片付けておくと、次の日の準備もしやすくなります。片付けが終わると、ソファーに座ってしばらく休憩します。スマホでニュースを確認したり、動画を見たりしながら過ごすことが多いです。夜になると、お風呂に入って一日の汗を流します。髪や体を洗った後で、湯船に浸かりながら、ゆっくり過ごすこともあります。お風呂の後には、洗濯をすることもあります。仕事できた服をまとめて洗い、夜のうちに干しておくようにしています。夜は机に向かって日本語を勉強する時間を作っています。教科書を読んだり、新しい単語を覚えたりしながら学習を続けています。その日の予定がすべて終わると、早めに寝る準備をします。パジャマに着替えて電気を消した後、静かに一日を終えます。